ちは、ちえいです。このチャンネルに出会ってくれて、見てくれて本当にありがとうございます。今回は遠距離恋愛をしている方々へ応援のメッセージを込めてタロットしていきたいと思います。選択肢のカードは4つ、1番、2番、3番、4番になります。絵柄がですね、1番がこちら、2番がこちら、3番こちらですね、4番がこちらになります。それではカードの方をお選びください。はい、それでは1番のカードですね、こちらをお選びいただいた方のリーディングさせていただきたいと思います。カードしっかりシャッフルして今こちらに出させていただきました。上3枚こちらがお相手さんのお気持ちで、下3枚があなたのお気持ち、心の深いところ、潜在意識でのお気持ち、こちらの2枚が今後のお二人についてどうなっていくのか、何かヒント、アドバイス、メッセージがあればと思って出させていただきます。カード引いてる時にですね、見ている方1番さんについてちょっと情報が入ってきたんですけど、もしかしたら雰囲気が丸いというか、ちょっと小柄な方もいらっしゃるのかな、すごい可愛らしい方なのかなと思いました。それでは引いていきたいと思います。こちらですね。こちらとこちら、こちらですね。と思ったのが、お相手さんは今すごく忙しい状況、やるべきことがたくさんあるっていう中にいるんじゃないかなと思います。いろんなお仕事とかお家のこと、終わらせなきゃいけないタスクすごいいっぱいある中でも、あなたのことは守っていきたいし大切にしている、心の中であなたのことは思ってる、全然忘れてるわけじゃないです。そうですね、こちらもあなたのことは大切に心の中にしまっておいてるっていう感じしますね。必死に目の前のやるべきことを一つ一つやっている感じがします。すごいドキドキ、私の心臓がドキドキしてきました。すごい、多分1番さんのことすごい思ってるんだと思います。なんかこれからもずっと一緒にいたいし守っていきたい、1番さんに対する思いはすごい強いですね。もしかしたら時々お仕事とかしてる間にちょっとあなたのことを考えて上の空になっている時があるかもしれないです。そのぐらい1番さんのこと好きですね。あなたとのこれからをすごい見てる、将来一緒になること、お二人が一緒になってですね、今やるべきことがいっぱいあってちょっと辛い気持ちもあるんだけど、二人との未来を考えて今一つ一つやっているっていう感じですかね。ごめんなさい、光が反射してますねと思いますね。それでは1番さんですね。1番さんのお気持ち、もしかしたら認識していないところ、深いところのお気持ち見ていきます。すごい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 強い気持ちですね。1番さんはお相手さんのことすごい大好きで、多分お相手さんのことを考えるともう心があったかくなる
キラキラ、ワクワクドキドキ、会いたい、そんな感じだと思います。であなたもすごい彼のことを大切に思っているし、お相手さんのことを考えるとすごい晴れやかな気持ちになる。一番さん明るい方なのかなって思います。一番さんもお相手さんとのこれからの未来を夢見てるし、2人の将来を始めていく気持ち、で2人のことを考えるとワクワク、明るい未来ですねが想像できているんじゃないかなって思います。すごいなんか私がすごい今気持ちがすごい明るくてウキウキしてるんですけど、多分一番さんはお相手さんのことを考えるとワクワクしてるんじゃないですか。なんかいろんなことやりたい、2人でいろんなところに行っていろんな思い出作りしていきたい。過去はもしかしたらいろいろあったかもしれないですね、お二人だけど明るい方を見てます。純粋にごめんなさい切れてますね。すごい純粋にすごい明るい気持ちですね。お互いに思い合ってます。一番さんは明るくて本当太陽みたいな方で、もうウキウキワクワク止まらない将来が楽しみ、2人の将来が楽しみっていう感じで、お相手さんは今すごいね、先ほども言ったんですけど忙しい状況、やるべきことがいっぱいある中でも一番さんのことを思ってる、大切に大切に思ってる、相思相愛ですね。2人すごい思い合ってますすごいいいですね。明るい方、一番さんがそこにいるだけでパーッと周りが明るくなるような方なんだと思います。それにお相手さんもすごい救われてるんじゃないかな。ちょっとお相手さんが神経質というか考えすぎちゃうところがある方なのかなと思いました。で一番さんの方がそんなこと大丈夫だよって気にしないでって前見ていこうよっていう感じ。お相手さんが結構守りのタイプなのかなって思います。すごいお二人バランスいいと思います。でも一緒になるんじゃないかなって思いますね。さあこちらですね、お二人の今後について何かヒントメッセージがあればと思って見ていきたいと思います。見ていきますね。ちょっとお二人でですね乗り越えなきゃいけない壁がもしかしたらあるかもしれないですね。一番さんがお相手さんというよりか一番さんかな、ちょっと今入ってきたのが家族のことで何か問題がある方なのかなって思いました。ちょっと家族関係ですね。何か超えなきゃいけないもの、解決しなきゃいけないことがあるのかなって思いました。すごい明るい方なんですけど一番さん心の中で結構いろいろ葛藤考えることがあって人には見せない、すごい気持ちが温かい方ですね。ちょっと悲しいこととか結構ご経験されてきたんじゃないかなって思います。その中でも希望を捨てないで生きてきたから今すごい明るい方って周りは思っているかもしれないんですけど、すごい内観できる方、自分を冷静に見れる方だと思います。でもすごい明るいんですよね。2人の深層心理すごい深いところでは明るい未来を見てて、あんなお家住めたらいいなとか、もしかしたらお相手さん2人で住むお家とか探してるかもしれない
気持ちはすごい明るい。状況はちょっと大変かもしれないけども、気持ちはすごい明るいですね。ちょっとまめにメッセージとかしてあげるといいかもしれないですね。明るい言葉でお相手さんが元気になれるようなお話とかできたら、多分お相手さんも明るい気持ち取り戻すんじゃないかなって思います。そうですね。多分一番さんと一緒にいるとすごいお相手さんはハッピー、もう明るい気持ち、ワクワク、もう大好きってなると思うんですけど、今離れちゃってるからちょっと寂しいのかなって思いました。そうですね、ちょっと電話とかしてあげるといいかもしれないです。はい、そうですね。で、それでは1番お選びいただいた方、リーディング以上になります。ありがとうございます。それでは2番さん、こちらのカードをお選びいただいた方のリーディングを始めさせていただきます。上がお相手さんのお気持ち、下が2番さん、こちらのカードを選びいただいた方の、心の奥ですね、深層心理、潜在意識の方のお気持ち、そしてこちらが今後のお二人について何かヒントとなるようなメッセージ、アドバイスがあればこちらからいただきたいと思います。それでは開けていきます。はい。こちらですね。はい。このカードですね、選んだ時にシャッフルして、こちらのカードを出した時にですね、2番さんはちょっと控えめな方なのかなって少し思いました。控えめなんだけど心の奥に花があるというか、おっとりした優しい方なのかなって思いました。ちょっと落ち着いた雰囲気の方っていう印象が入ってきました。それでは読んでいきます。こちらと、こちらとこちら。すごいお相手さんは心の中すごい落ち着いてる方なのかなって思います。すごいどっしりした方、周りからはしっかりした頼られる存在なのかなって思います。もしかしたら何か選択肢があって何か迷われてることがあるのかなって思います。すごい希望はあるんです。すごい明るい方は見てるんですけど、何か迷ってることがあるのかなって思います。ただ心の奥ではそうですね、情熱というかしっかりした気持ち、まっすぐな方なのかなって思います。落ち着いてますね。すごいどっしりして落ち着いた方。こうって決めたら突き通せる方だと思います。で、温かい優しさもあって、2番さんに対して気持ちはあります。なんかでも他のことかな、何かで迷われてるかもしれないですね。でも2番さんのことは好きです。そうですね。で、2番さんですね。2番さんは見ていきますね。2番さんすごいバランスがいい方なのかな。私生活、お仕事、お家のこと、周囲のこと、何かあってもすごい落ち着いて対応できる方。
で彼とのこともすごい落ち着いて見てるし、バランスよく考えてる。彼との未来のことも自分の私生活のことも並行してどちらともうまくやっていきたいって思ってるんじゃないかなと思います。時にはすごい落ち着いて内観して自分のことを客観的に見つめ直してる時間もとってて、そうですね、すごく落ち着いてバランスいい。すごい静寂な方というか、そういうなんか今私の中ですごいなんか無音というかぼーんとこう今静寂にすごい包まれてるんですけど、お相手さんの方がもしかしたら熱意があって性格的にも心の中に情熱があって、あなたに対する思いもすごい熱いかもしれない。あなたの方が意外とさっぱりしてて落ち着いてる。ごめんなさい、ここ光が切れちゃった。そうですね、お相手さんすごいあなたのこと好きですね。考えてます。これから2人のこと進んでいきたいという気持ちももちろんあるし、すごい気持ちがある方、お二人ともすごい心が優しい方なんじゃないかなって思います。そうですね。で今ちょっともしかしたらお二人ともすごい距離が空いているのかな、あまり連絡とか取れてないんじゃないかなって思いますね。ただお互い連絡取れてない中でも思い合ってはいるし、次会う時のことをすごい楽しみにはしてるんですね。お相手さんの方がちょっと外の状況が騒がしいのかなって思いました。2番さんの方がすごい自分自身、自分の内側も外側で起こっている状況もすごい落ち着いていてゆっくりな流れ。お相手さんの方が中身、情熱、あなたに対する思いはすごくあって熱い方なんだけども、ちょっと周りがちょっと騒がしいというか迷ってることあってっていう感じですね。ただお二人のこれからの未来はお相手さんの方が思いが気持ちが強いのかなって思います。一緒になっていきたいっていう気持ちですね。もしかしたら2番さんの中でこのまま彼とのこと続けていいのかなって迷ってる方もいられるのかな。お相手さんの方が思いが強くて2番さんの方がもう他行った方がいいのかなとかちょっと思っているのかな。彼とも一緒にはなりたいと思ってる。悪い人じゃない、いい人だけどもちょっとこのままずっと行くのはきついかなって思い始めた方もいらっしゃるのかな。ただですね、心配しないでほしいのはお相手さんは2番さんに対して気持ちあります。好きですね。未来も見えてます。2人で穏やかに一緒になれたらなって穏やかに過ごしたいなって思ってる方だと思います。ただこれから先どうしたいかは2番さんが決めれるので、彼と一緒に過ごすこともまた別の道行くこともできます。ただ悪い人じゃないですよね。すごいお相手さん誠実だと思います。心の底、本当は結構心まっすぐしてて、気持ちがまっすぐ、
周りからはちょっと周りからの印象と多分2番さんが思ってる彼に対する思いがちょっと違うかもしれないですね。多分2番さんは分かってると思います。お相手さんがすごいまっすぐで気持ちがまっすぐなところ、本当は正直なところ、周りではそう思われていないのかな。ですね。はい、言いたいことはそうですね。お相手さんは2番さんのことを思ってます。そうですね。なんか思い悩んでることありますかね、2番さん。ちょっと悩んでるかな。そこまでめちゃめちゃ深刻っていう暗い気持ちまではいかないけども、ちょっと悩んでるかなって思いますね。ただ落ち着いてるので、精神状態がそうですね、自分でよく考えて正しい答えというか、自分に最善な答え出していけるんじゃないかなって思います。何か2つで迷われてて、どちらを選んでも大丈夫ですね。明るい未来にはなります。なんかちょっと悲しそうな苦しそうな感じの絵には見えるんですけど、ちょっとここが目立ってすごい、そこまで落ち込んでるわけでもないし、そこまで暗い未来があるわけじゃなくて、未来は明るいんですね、どちらをとっても。そうですね、お相手は気持ちあるので、そこだけなんか伝えたいようですね。はい、何か参考になれば嬉しいです。それでは2番さんのリーディング以上になります。ありがとうございます。それでは3番さん、こちらのカードをお選びいただいた方のリーディングを始めさせていただきます。上3枚がお相手さんのお気持ち、下3枚が3番さんの、心の底ですね。深層心理、潜在意識、本当の気持ち、思っていること。こちらの2枚がお二人の今後についてヒントやメッセージ、アドバイスがあればいただきたいと思います。それではお相手さんのお気持ちから見ていきます。すごい。はい。で、お二人の今後ですね。最初、カードシャッフルしてこちらのカードですね、カードタッチ出す時にちょっとなんか落ち込んでるのかなって思ったんです。お二人、お相手さんか3番さんがなんかちょっと悲しいことがあったのかなってちょっと思ったんですね。なんかズーンとくるような感じがしたんですけど、今カード出してすごいですね。ちょっと見ていきます。ごめんなさい、光が反射してる。すごい。うわすごい、お相手さんなんですけど、なんか2人すごい安泰してるのかな。すごい、お相手さんバランスいい方ですね。すごい真面目でしっかりしてるし、芯があってまっすぐな方、もしかしたら社会的地位が高い方もいらっしゃるかもしれません。すごい社会的地位があるんですけど、2人のこと考えてますね。もしかして職場とかお仕事関係が一緒な方もいらっしゃるかもしれません。すごい人数が多い職場で、上の立場にいらっしゃる方っていうのも入ってきます。そうですね、職場が一緒。
っていう可能性もありますね。なんか結構人気者なんじゃないですかね。なんかお相手さんが他の異性の方からかっこいいなとか、お相手さんが女性だったら可愛いなとか、ちょっと一目置かれる存在なのかなって思いました。すごい堂々としてるし、言ってることとやってることがつながってる方、裏表がないというか、有言実行、やったことはちゃんとできるタイプの方だと思いますね。それがゆえにちょっと妬み恨み反感ちょっと買ってしまうところもあるのかな。お相手さんはすごくどっしりしていい人なんですけど、素晴らしい方なんですけど、それがゆえにちょっと妬んでる方もいらっしゃるのかなってちょっと思いました。すごい気持ちが強い方ですね。これって決めたら最後までやり通せる方ですね。すごい3番さんのことはしっかり考えてます。ちゃんと心の中の軸として2人の未来、2人のこと見えてますね。考えてます。3番さんのお気持ち見ていきますね。3番さんはちょっと状況的に今お仕事が忙しいのかなって思います。ちょっとやるべきことがいっぱいある。お仕事じゃなくてもお家のことだったら毎日日々の中でこなさなきゃいけないものがちょこちょこいっぱいある。でそれを一つずつやっていかなきゃっていう気持ちがあるのかな。彼とのこと、お相手さんのことはすごい大事に思ってるし、忙しい日々の中で彼と行った場所とか思い出とかをちょっとあんなことしたなとか、あんなとこ行ったな、また行きたいなとかって考えてるのかなって思いました。で3番さんも彼との未来しっかりと真面目に考えているんじゃないかなって思います。3番さんもすごいどっしりした方、しっかりした方なのかなって思いました。3番さんも社会的地位が上の方、お仕事すごい頑張ってこられた方っていうのも入ってきます。ある程度社会的地位がある、お互いにお相手さんも3番さんもお互いに社会的地位高い方なのかなって思いました。表向きはすごいラブラブできない感じだけども、心の中ですごい2人つながってて、だからこそ意外と心配してないっていうか安心感があるのかなって思います。お互いお相手さんは3番さん僕のこと好きだよね、知ってるよっていうスタンスだし、3番さんも思われてる、彼から思われてるっていう気持ちも分かるんじゃないかなって思います。すごい心の中でつながってる感じがしますね。なんかすごい特に悩みとかなさそうな感じもするんですけど、2人の今後についてですね、ちょっと見ていきます。すごい現実的に2人のことを進めていく感じなのかなって思います。お相手さんがそうですね、理想だけじゃなくて3番さんとの未来を現実的に考えていく感じがしますね。なんかお二人が将来田舎っていうよりかは都会の方で暮らすのかなって思いました。すごいしっかりした家族を築いていける。
ちょっとそうですね、濃い中で田舎でゆっくり過ごしてってよりかはちょっと都会の方でお二人で過ごしていかれるのかな。お仕事もやりつつバリバリ働きつつご家庭も築いていく未来っていうのが見えますね。近い未来でもしかしたらお子さんとかなんか授かる感じがします。多分男の子一人授かるのかな。おそらく近い未来で2人一緒になるんじゃないかなって思いますね。すごい全体的にすごい安泰してて落ち着いてる。未来もすごいしっかり現実味があって、もうそろそろ遠距離恋愛が終わるんじゃないかなって思いますね。2人の未来すごい豊かになるし、多分お子さんとか物質的にもすごい恵まれていく、すごい安泰な未来が待ってる。でお二人ずっと一緒にいれる。そうですね、ちょっと今3番さんの方が忙しい状況なのかなって思うんですけど、お二人一緒になられた後は落ち着いているんですね。すごい彼に支えてもらう未来もあって、でもお互いに補い合える関係なんじゃないかなと思います。お相手さんの方が結構外に行くタイプで、3番さんの方が結構内側にこもるというか、自分をしっかり見る、内面精神面すごい内側を見る方だから、すごいバランスがよくって、お二人で築く家庭っていうのもすごいバランスがいい未来っていう感じがします。何か一つでも参考になれば嬉しいです。それでは以上になります。ありがとうございます。それでは最後、4番さんですね。こちらお選びいただいた方のリーディング始めさせていただきます。4番さんです。上の3枚が、お相手さんのお気持ち、下3枚が、4番さんですねの心の底、潜在意識深層心理のところで思っているお気持ち、こちらの2枚が、お二人について今後何かヒント、アドバイス、メッセージがあれば、いただこうと思います。それではお相手さんのお気持ちから見ていきます。で4番さんのお気持ちですね。はい、見ていきます。そう思ったのが、お相手さんすごい無邪気な方なのかなって思います。ちょっと子供っぽいというか、いい意味であまり、そうですね、人の悪いところを見ないというか、で4番さんと過ごした時間っていうのをすごい思い返してるところがありますね。すごい無邪気なんですけど、すごい情熱があって、結構何でも突発的にやっていく方なのかなって思いました。そうですね、結構何でも他の人がいやそんなこと無理でしょっていうようなことも率先してやっていく方に思いますね。すごい明るい方なのかな。明るい方ってすごい思われるんですけど、無邪気で子供っぽい。でも本当は意外といろいろ考えてる。あの人に
これやったけどこのやり方で合ってたのかなとかいろいろ考えちゃう時もある感じがしますね。周りからはすごい純粋だなって、無邪気でいいなって思われやすい。だけれども心の底ではいろいろ考えてて、でその考えてる中に4番さんのことも考えてて、しっかり一緒に過ごした時間、楽しかった時間もすごい考えてて、4番さんとの未来はすごい落ち着いて過ごしていきたいなっていう、なんか明るくてこじんまりした小さいけども温かみのある家族を築いていきたいなっていう夢がある。ちょっとこちら開いていきますね。お二人の今後について。わあすごい。で4番さんのお気持ちですね、見ていきます。4番さんは結構お相手さんに対する思いがまっすぐというか、多分この人に決めたっていう貫き通す気持ちがあるのかな。なんかちょっと4番さんの方が忙しい状況にあるのかなって思いました。ですごい4番さんって平和主義というか、すごい面白いお二人だなって思います。すごい無邪気な方で、素直、純粋で、4番さんも彼に対する、お相手さんに対する思いがまっすぐで落ち着いてる。4番さんの方が大人っぽいというか、精神的に大人っぽい。もしかしたらお相手さんが年下の方、お相手さんが男性だとしたら男性の方が年下の方なのかなって思います。女性の方が年上のカップルなのかなって思います。結構4番さんの方がコツコツ一つ一つやっていくタイプで、お相手さんの方が突発的に決めていく。例えばデート行こうってなったら4番さんはすごい計画立てていろいろ調べてから下調べしてから場所決めたりホテル決めたりとかすると思うんですけど、お相手さんの方が今日例えば温泉行きたいから旅行行こうって急に言ってきたり、いや今日なんか楽しいことしたい、ディズニー行ってみたい、じゃあちょっとテーマパーク行こうとかって突発的に言ってくる。でもそれを4番さんは受け入れてくれる。そこがすごいお相手さんも一緒にいて居心地がいいじゃないかな。で4番さんも何言ってんのよっていう感じですごい優しく受け止められる。でもそれは彼だから、お相手さんこの人だから受け止められる。誰でもいいっていうわけじゃなくて、っていう感じがしますね。4番さんの方が彼と一緒に住みたいと思っているのかな。なんかちょっとお家っていうワードも入ってきて、こんなお家に住みたいなとかすごい今から計画立ててるんじゃないかなって思います。すごいお仕事かな、友人関係、お家のこともそうかもしれないですけど、お家のことっていうよりかは4番さんの周囲で起こってることがちょっとごちゃごちゃしているというか、ちょっと騒がしい感じがするんですけど、でも4番さんすごい落ち着いてて、多分いずれそのごちゃごちゃした状況っていうのは落ち着いていくんじゃないかなと思います。特に4番さんが率先して解決
させていかなくても状況が自然と落ち着いていくんじゃないかなって思います。で2人の今後ですね、何かメッセージアドバイスと思っていたんですけど、すごいなんかお相手さんがすごいちょっと子供っぽいというか、お相手さんが男性だったらちょっと無邪気子供っぽいって言ったんですけど、多分お二人が一緒になってからすごい成長されるんじゃないかなって思います。なんか遠距離恋愛っていうのが必然だったっていうか、すごい子供っぽい方だからこそ遠距離恋愛をして成長するんじゃないかなって思います。でお二人の未来すごく明るくて、なんかすごいキャッキャしてる家庭っていうんですかね、同性でもご家族ができたとしてもすごい明るい未来が見えていて、もしかしたらお子さん、なんか男の子女の子のご家庭になる感じもしますね。お兄ちゃんと妹みたいな感じがなんかちょっと入ってきて、もしかしたら4番さんってすごい外から見られる印象がちょっとお堅いというか、なんかあの人何考えてるか分かんないとか、ちょっと怖そうとかって思われるのかな。でも本当の心の奥ではちょっと無邪気さがある。だからお相手さんとすごい合うんだと思います。お相手さんはすごい外から見られる感じも無邪気、中身もすごい無邪気、ちょっと考え込むところもあるんですけど、で4番さんは心の底で無邪気さがあるから、だからすごいお相手さんと合うし、2人の未来は結構明るい、お互いに笑ってる未来っていう感じがします。2人とも情熱がすごいあって気持ちが熱くて、まっすぐ将来見てる感じがしますね。なんかちょっと悩んでることがあるって最初に言ったんですけど、それは4番さんのことじゃなくて、なんかお仕事とかなんかちょっと悩んでるのかなって思いました、お相手さん。ですね。ちょっと今決め時なのかな、お仕事が選択肢があってどうしようかっていう、ちょっと転職される方も、ちょっと転職を考えてる方もいらっしゃるのかなって思いました。っていうのは多分4番さんがすごいしっかりした方っていうのを思ってて、お相手さんがなんか4番さんに見合った男人になるにはどうしようかっていう感じもちょっと入ってきますね。でもお二人の未来っていうのはすごいしっかりしてて、すごいバランスいいですね。すごい面白いカップルですね。多分カカア殿下というか、すごい多分お相手さんすごい成長されて、ご家庭に入ると多分しっかりしたお父さん、頼れるお父さんになると思うんです。すごい子供からも好かれるし無邪気さ持ってるので、ですごい4番さんが落ち着いてどっしりとしてそれを見守るというか、バランスがすごくいい感じになるんじゃないかなって思います。はい、切れてます。何か一つでもちょっとでも参考になるアドバイスがあればと思います。それでは以上になります。ありがとうございます。
はい、以上でリーディング終わりになります。最後にちょっと小話したいと思ってちょっとこれ出してきたんですけど実は私も遠距離恋愛したことありまして、なんかちょっと皆さんの背中を押せるというか、ちょっと勇気出せれたらなって、ちょっと励ましのメッセージを込めてお話ししたいんですけど、私は、お付き合いしたのがトータルで6、7年ぐらいだったんですけど、その方はちょっと外国の方で、お付き合いした中の半分ぐらいは遠距離でしたね。でその後一回同棲もして、お相手のご家族と一緒に住んだこともあったんですけど、結局今は別れてしまって、すごいいろいろありましたすごい会えなくて寂しくて泣いたこともあったし、逆に、だからこそ会えた時の喜びってすごい大きくて、でも私恥ずかしいからあまりそういうの最初会う時感情的にこう出せなくて、相手がすごいなんか寂しい思いしちゃったりとか、やっぱ海外の方熱い方多いのでいろいろ思い出ありますね。っていう感じですなんか少しでも皆さんの背中を押せられたらなと思ってます。遠距離恋愛応援してます。それでは動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。またお会いできたら嬉しいです。さよなら。